リーズ10本目となりました新しい実況シリーズ。前回の続きからやっていきましょう。計画によればこの動画は2025年に入ってからの公開らしいですよ。インダーマンを倒したところからは未公開ですね。シルクタッチのない打ち割れアイテムである草ブロックをゲットし、勝者として胸を張って帰宅できます。あの時に雑魚と帰った割には結構ダメージを食らって帰ってきましたね。勝つ方法があるからといって負けないわけじゃないんですよ。狼が物欲しそうな目でこちらを見ている。ゾンビの討伐の役に立ったら分け前として踏み加わるぞ。繁殖する時にはしっかり奮発するからな。食料が安定的に供給できていない今、焼き魚は貴重な生命線です。おはようございます。衣食住のうち2つはほぼ問題ありませんが、食料品の供給を安定化させるためにも今以上に家畜を増やさないとダメですね。なぜか枯渇しない小麦の種を惜しみなく鶏に与えます。別に卵を求めているわけでなく、最終的なゴールは肉をバンバン入荷することです。繁殖によって得られる経験値もなかなかうまいです。そしてこちらは比較的個体数の増えてきている豚さんたち。これは現状維持でよし。そしていつからこんなところに狼が放置されていたんだ。その気にゲームをプレイしていた主だが、彼を恐怖が襲う。まったりとゲームプレイをしているのを恨めしそうに見つめる雲の姿が映り込んでしまった。すぐにお払いをしなければ向こうから絡んでくるトレーの者はいる。という冗談のせいで編集に時間を取られすぎてしまいました。まあ明るい時間帯で開けた場所にいるわけですし戦いを挑んでやってもいいんじゃないかなって思ったんですよ。とはいえその場所へのアクセスは悪いですけどね。自然に聖地になってるんですよね、ここ。そして奴はちゃんといますね。しかし私に気づいたのか逃げようとしています。おい逃げるな、卑怯者。こう垂直方向に移動されるとこちらからはなすすべもなくなってしまうではないか。ここからは飛び道具でも使わない限りは奴に攻撃をすることができないな。そして拠点に戻ることなく倒してしまいたい。そんなことはできるかな？まあできるから動画化したんですけどね。この卵を投げてやれば。卵自体にダメージを与える効果はなくとも落ちてきてくれたおかげで戦える。ちょ待って、まだ剣に持ち替えられてない。小回りを利かせながら逃げ回りつつ剣で攻撃をするか。狼が勇敢にも戦いに参加している。ついに倒してしまったぞ。立派な勝利だ。それから木こりなどをして前回牛の繁殖をした場所へ来ました。牛は何個あってもいいですからね。ミルクだけに。もう今となっては牛を交配させるのも慣れたものです。熟練の手つきで小麦を与え生命の誕生を見守ります。きっとこのハートのパーティクルは我が子への愛情なのだろう。そう信じておきます。都合よく目の前のものを利用しているだけのプレイヤーには何の感情も抱かないでほしいですね。むしろ我が子を大事にした方が残酷か。生まれた子供は親に追従する習性がこのゲームにもあるらしいですが、糸をつけてしまえば待って冗談だって今のは冗談半分で言ったので話せばわかるってこっちにしないでよ。ということがあるので動物愛護の精神を持ちましょう。やたらと私についてきている理由は単純でオフハンドに小麦を持っているからですね。インベントリの空欄で FT を押せば状態は改善します。これで子供だけを安全に持ち帰れますね。狼や猫も私の周りを歩いており非常に賑やかなプレイ体験ができます。土の階段を作ってやってもう使わないはずのこの土の山をさらにもう一頭の牛が通ります。最初に牛を倉庫の屋根に持ってきてから今までに随分と時間が経過したためその牛には変化がありました。ご覧のように大人になっています。さすがに大人のサイズになったらちょっと手狭かなと思ったんですが、そこまででもないようで何よりです。そしてここの牛さんたちすごく楽しそうじゃないですか？どのくらい動きがブレているかは映像を早送りにすると分かりやすいと言われていますが、それは間違いなさそうですね。で、すでにリードが巻き付けてあるところにも追加で巻き付けはできるはずなんですが、間違えてリード部分をクリックすると牛を解放してしまうのでご注意。そこに気をつければ多くを飼育できますよ。ごちゃごちゃしたインベントリの中身をごちゃごちゃしたチェストに丸投げします。釣り竿を持ってありふれた釣りスポットへ向かいます。ここは海と繋がっていないので淡水でしょうね。淡水路で美味しいのは何がいたかな。まあどんだけ美味しい魚がいたところで釣れなかったら何の意味もないんですよ。時刻的に日没が近くなっているのであまり長時間釣りはできないですね。猫を連れてきたのは釣れたての魚をその場で食べさせるためとかではないです。にしても釣りって忍耐力みたいなところがありますよね。長く当たりが来ない中、来たらすかさず巻かないといけないですし、釣れないな。食料を楽に供給するなら釣りがいいけど思ったよりは大変かも。これはずっと画面を凝視しているようでは集中力がそのうち切れるし、テレビでも見ながらやるべきかもしれないな。これはエンチャントなしだと待ち時間がかかりすぎてやってられないな。にしても遅すぎない。もう30秒になるぞ。やっと魚が来た。釣れたのはタラでした。もう一匹釣れる頃には日が暮れかかっていました。おはようございます。一晩寝てリベンジです。さあ本日1本目。何が釣れるか、そもそも釣れるのか見守ってくださいね。粘って1本目はタラが釣れました。2本目もタラでした。おっと、多分速攻で3本目を投げたせいでこちらに飛んでくるタラにぶつかって勢いが失われたようですね。実質の3本目もタラ。随分とタラの強化はいいですね。さて4本目は何が釣れるかな。これはトリップワイヤーフックだ。ただいま5本目。なんか水に落っこちなかったか？何をしてんだ？これは完全に水難事故だな。まあこのまんまでいいか。さっき猫が落っこちたせいで魚が驚いて離れていってしまったんじゃないか？釣れなくなったんだけど。釣れたのは安心と信頼のタラでした。もう一匹入水してしまっているじゃないか。さらに事態をややこしくされても困るな。今度は鮭が釣れました。同じ場所で釣り続けても飽きてしまうので場所と視点を移動しています。水入りの瓶が釣れました。その次はタラミ弁。これで釣り竿の耐久値が0になったので終わりにしました。前回のパートを編集していた時、あれ以上新規で繁殖はせず成長した牛同士を掛け合わせるものだと思っていました。しかし全然そんなことはなかったようです。自分しかこれをプレイしていた時の心境は知らないんですが、正直言って自分がプレイしているものだというのは間違いなくとも、それ以上のことは記憶にはないですね。もはや動きに無駄のない瞬間的な誘拐劇ですね。通常なら直接拠点近くへ運び込むものですが、効率化を考えてはしごします。
最近知ったんですが、交配した親を含め繁殖をしたモブはデスポーンしないらしいですね。だからこの辺をうろついている最近繁殖に使った個体をすぐに見つけられます。多いとは言えないものの、小麦の在庫は牛の繁殖には十分な数の用意があります。生産者である小麦を一次消費者である草食の牛が食べて、二次消費者である私が牛肉を美味しくいただくわけです。食物連鎖のピラミッドは絶妙なバランスで成り立っています。子牛を2頭ゲットしました。さあ、お持ち帰りしましょう。この辺りうまくすればサムネイルにできそう。今までに成し得なかった2棟同時の屋根登りです。幅の広い階段上に土ブロックを置いたおかげで最初の頃がそのようにスムーズに格子たちを運べていましたね。まあ小麦を持っているから言うことを聞きやすいんでしょうけども、屋根に到達できればもうすぐそこが目的地です。さすがにこれが最後の格子の理想になると思います。長かった牛運びもこれでおしまい。賑やかに踊り狂いながらこの世に生まれたことの後悔を紛らわそうとしているみんなに馴染んでほしいですね。ご覧ください。小麦を持たなくなったらこちらには興味を示さず仲間の方へ行きましたよ。そんなに他の牛たちと馴染みたいというのであれば大歓迎です。しばらくの間一緒にいられるようリードを先に巻きつけてあげましょう。一つ奥側の足にリードを固定します。糸と棒を取り出して、そして作業台で釣り竿をクラフトします。これは形的にわかりやすい配置なので自然と手が覚えますね。ここからは別日のプレイ映像となります。もし撮影日時のデータが正しいのであれば約半年のブランクを挟んでいることになります。野戦をする際は外付けのモニターの方が視認性が高く、パソコン本体のディスプレイでは見づらいので、極力マイクラはモニターを接続せずにはやりたくないですね。夜はまあまあ強いモンスターが多く現れますが、それら全てが自分です。狼と一緒に深夜徘徊をしている今、もはや一発だけダメージを与えればあとは狼が片付けてくれるので、少し任せっきりみたいなところが露呈していますね。クリティカルヒットではなくなり払いの範囲攻撃にしてしまうと狼に不要なダメージを与えてしまいかねないので、そこだけ注意が必要ですね。おっと、現在が上半身だけ出してるぞ。不用意に近づくと奇襲されてしまうし、うまいこと距離を詰めないとな。ってあれこれレアなスパイダージョッキーじゃないか。やっぱ飛び道具なんていう貴重な武器は使ってないで、きちんと生身で突進して自分の力を直接相手に与えて倒したいよね。こういうレアな敵ならなおさら。いや、飛び道具は貴重でもなんでもないね。単純に力と力のぶつかり合いが好きなだけだ。明るさがこれでいいかわからないので、この字幕が出ている間だけ明るさを上げます。さて、ここから躊躇なく突進しましょう。多少矢をいられても死にはしないのでひるまず奇襲です。思いっきりひるみましたがね。通常スケルトンの逃げ足はギリギリ狼に襲われない程度ですが、さすがに雲に乗っているだけあって小回りも効いて色々と厄介ですね。先に雲をやっつけました。ゲーム内では骨を好んで食べ、繁殖準備まで整えられる狼にとっては骨の塊であるスケルトンはもはやごちそうの塊ですよね。ここは狼だけでは倒しきれないでしょう。プレイヤーとの協力プレイで倒します。勝手に弾を張るのは敗者と同じです。すぐそこにゾンビが迫っていますからね。極めてテンポの良い協力プレイによって倒しました。さっきスパイダージョッキーを倒したことでレベルが13から14に上がったようですね。さて、次なるターゲットはどこかな。狼がスケルトンに狙いを定めて走っていきましたね。さっきベイクドポテトを食して体力も回復したし、5体満足とはいかずとも力がみなぎっています。あのスケルトンを狙いましょう。横マカと逃げ回るせいでなかなか捕まらん。案外逃げ足は早いな。やっと一発入れられた。どこまでも逃げるな。もう少し行けば斜面だけど、そこまでに勝負をつけてやりたいね。無事我々の勝利です。でも次なる敵がこちらに飛びかかろうとしてる。冷静沈着にあくまでクレーバーに攻撃をします。そして向かって右側から矢が飛んできてる。雲に誤射してもいいんだぞ。コーナーに追い詰めたかと思えば今度はこっちが追い詰められてしまったか。狼ナイス。勝つぞ勝つぞ。よっしゃー。白熱した戦いだったな。さっき矢を置いたスナイパーはあれだろうな。幾べつか迷いましたが、長い夜はまだ明けそうにないし、対等に勝負を挑みます。矢をかわすのっていいですよね。力技でダメージを必要以上に受ける前に倒しきってしまいました。周りを警戒しないといけないのもモンスターのいる時間帯限定の要素ですね。これ以上野戦を動画化しても面白くないとも思いますが、まだお見せしたいシーンがあります。本日何度目かのスケルトンを追いかける狼。狼が2匹も追いかけており、捕まえさえすればかなり力を発揮すると思います。視界の外から矢を当てられたけど、気にせず対象を追いかけ続けます。溶岩池の近くで少し明るくて視認性のいいところに来ました。だいぶ迫ってきましたが、未だに狼は傷一つつけられていません。この一発で動きを止めて狼に追いついてもらいましょう。やべえ、何払い攻撃で味方の狼にもダメージを与えてしまった。インベントリの中にある腐肉で回復させてあげたいけど、雲が襲ってきたからまずはそれを倒すのが優先。人命最優先とはあまり言いたくないですね。同じ命ですから。両替がすぐ後ろにあって、まさに崖っぷちの戦いを繰り広げています。狼よ、よく生き延びたな。さすがは俺が手名付けただけのことがあるわ。拠点内に狼が出れこうとしなかったため、急いで外で腐肉を与えます。このくらいの危険を冒してでも自分のやらかした分は埋め合わせなければなりません。ゾンビは大きいし、飛び道具を使ってこないので少し距離を空けて戦えば勝てます。すごいノックバックだな。当たり前のように2体倒しました。どんなに長い夜もいずれは当てます。それは当時だろうが逆やだろうが一緒ですね。もう隙は見せ隠れようとしています。やっちまったな。今のは完全に気を抜いてたわ。かすかに空が明るくなってきた。クリーパーに開けられた穴埋めようにも手持ちの土は3個しかないから明らかに無理があるな。覚えていたら拠点から土を持ってきてこの穴をしっかり埋めてやるか。多くのハーフブロックをクラフトして、多くの板材と合わせて樽をクラフトします。樽は天井の影響を受けず側面が開くので比較的置き場所の融通が効きやすいですね。さて動画時間は間もなく10分になろうかというところです。パート10はこの辺で終了します。次回はさっき作った樽で新たなアイテムを入手します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴